パスオブジアビスやってくで、よろしくお願いします。前回はキャラ作って装備整えたとこまでやったが、1パート使ってまだ街を出てすらいない。次がこのゲームのいっちゃんおもろいとこやからちょっと時間かけようと思って。このゲームの最も特徴的で面白い部分がバトル準備。この隊列パネルを使って準備していく。この 3×3 のパネル上で隊列を組む。画面上が前衛で下が後衛。この辺は大体想像つくと思うけど、このどこかにメンバーを配置するのではない。配置するのはさっき覚えた各キャラのスキル。しかも一つのスキルを複数配置してもいいし、配置しないキャラがいてもいい。隊列って言葉のイメージからするとちょっと違和感あるな。これ一言で説明するとしたらなんて言えばいいんだろう。バトル中に使うスキルとバトル中のターゲットが一緒くたになったもので、バトル中は配置されたスキルしか使えへんし、配置されたキャラしか狙われることはない。回復魔法とかのターゲットも基本配置されてるキャラのみ。配置されてないキャラはバトルに参加してないみたいなイメージかな。説明下手ですみません。実際に見てもらいながらの方がええか。さて、好き放題スキル配置してもええってことやったんで。例えば、すべてのパネルにタンクあかねちゃんの戦うを配置してみた。バトルでは、このパネルの中から行動を選択して、敵はこのパネルのどこかに攻撃してくる。いっぱい配置するほど選択肢は増えるけど、その分狙われやすくなるわけやな。この例では、タンクあかねちゃんの戦うしか選べんし、タンクあかねちゃんにしか攻撃は飛んでこんな。もちろんこれは極端な例なので、本当はもっと色々配置する。こんな感じで、細かいことは置いておくとして、ここからが面白いところ。なんか、隣り合うパネルが繋がってるとこあるやろ？これは、スキル同士のシナジー効果。スキルの中には、隣り合うスキルに影響を与えるのがあったりする。例えばこの攻撃式。このパネルの上下左右にあるスキルのダメージが 10% アップする。右にある駆け上がりってスキルのダメージが 10% アップしとるわけやな。左の戦うもね。さらにこの焼却ってスキル。これも上下左右のスキルのダメージプラス 10%。さらにそのスキルを使った時、たまにターゲットに火傷状態を付与する。なので、焼却の上にある駆け上がりは、さらにダメージ 10% アップ。かつターゲットに火傷付与。っていう状態になってる。武器に炎を付与してるような感じかな。このシナジー効果をうまく使えば、前回言った魔法剣とか連携とかを再現できる。使えるスキルが増えてくると、考えるのが楽しくなってくる。と言ってもこのシステム、1回の説明で内容も面白さも伝わるとは到底思えんので、ちょっと練習ダンジョン行って実践してみよう。この下水道っていうのが練習ダンジョン。ようやくメインの探索画面。探索中もいろんな要素があるんやけど、その辺は後回しにして、まずは1回バトルしてみよう。ダンジョンでの動作感はこんな感じな。めちゃ暗いけど、明かり魔法はない。マップはオートマッピング、かつ右クリックでいつでも開ける。親切。ウェルモートの地下には、巨大な下水道が張り巡らされている。いつからか、ここは巨大なネズミや、不気味な軟体生物が救う危険な場所へと変貌していた。とはいえ、これらの生物は冒険者たちにとっては、取るに足らない存在だ。駆け出しの冒険者は、ここで腕を磨くことも珍しくない。要するに練習用ダンジョンってことです。下水道へと足を踏み入れ、君たちは周囲を警戒しながら歩を進める。その時、君たちの目の前に、粘性のうごめく物体が現れた。それは自らの体を鞭のようにしならせ、君たちに襲いかかってきた。この初バトル。バトルも特徴的なリアルタイムバトル。これ系のゲームには珍しく、ターン制ではないんよな。こんな感じで、遭遇時点でポーズがかかってるから、準備ができたらスタート。戦闘中はいつでもポーズできるよ。今の操作は、使うスキルを選んだ。そして戦闘開始。
回勝ち。はこのスピード感はもう慣れていただくしかない。バトル速度の調整とかはできないので。戦闘終了後はお約束の戦利品画面。戦闘中に起こったことはいちいちメッセージとか出えへんのやけど、後から確認することはできる。いや、戦闘中にも表示はできるけど、多分目が追いつかない。今のバトルで言うと、タンクあかねちゃんが攻撃して、さらにアタッカーあおいちゃんがとどめさして終了って感じやな。一瞬で終わったから何もわからなかった。チュートリアルバトルで敵が弱かったってのもあるし、使えるスキルもまだ少ないから、これではシナジー動向の面白さが伝わらんな。というわけで、レベル10ぐらいのスキル増えた状態でのバトルを見てもらおうか。パネルはこんな感じ。ではバトルスタート。今の一瞬ですでにいろんなことが起こってる。はぁ、ログの量これやからな。これ人間についていける世界？何が起こったか上から見ていこう。まずタンクあかねちゃんが陽動スキルを発動。自分の防御力をアップしつつ敵の攻撃を引きつけるスキル。さらに下にくっついてる防御治療スキルのシナジー効果のおかげでもう一回防御力アップ。その後アタッカーあおいちゃんの駆け上がり発動。これは攻撃スキル、敵に188ダメージを与えた。さらに下にくっついてる焼却スキルのシナジーによりターゲットに火傷効果が発動。加えて、アタッカーあおいちゃんは敵に火傷がついた時、追撃する効果を持つアイテムを装備してるので、自分でつけた火傷に反応して、さらに追加攻撃で56ダメージ。そして駆け上がりは、自分の回避と命中アップ効果がある。続いて、ジャマーあおいちゃんの焼却が発動。敵に火傷を付与するスキル。敵が新たに火傷になったので、さっき言った装備効果で、さらにアタッカーあおいちゃんの追撃。さらに、焼却には下に並べたさばきスキルのシナジーがくっついてる。くっついてるスキルを使った時、ターゲットの麻痺抵抗を下げる。ヒーラーあかねちゃんのスキルは、行動開始から発動まで1秒の詠唱時間がある。その間に敵の行動。しかし、火傷は行動開始前にダメージを抜ける状態以上。よって行動より先に、今まで受けた火傷2つ分のダメージが入る。そしてようやく敵の行動。と言っても、この敵はサンドバッグなので、こちらにダメージは与えてこない。最後に、詠唱完了して、ヒーラーあかねちゃんのさばき発動。敵に麻痺を付与するスキル。これにも焼却のシナジーがついてるから、火傷を付与。多分追加じゃなくて上書きなので、アタッカーあおいちゃんの火傷追撃は不発。とまあ、さっきの一瞬でこれだけのことが起こった。帰っていい、あかん。わかるわけないでしょこんなの。正直私もプレイ中は頭追いついてないから、気にせんでも大丈夫やで。基本的に、ほとんどのバトルは事前に決めた行動通りにオート進行と思っていい。さっきの敵は練習用のサンドバッグやけど、実戦やとこんな感じ。基本オート放置で危なくなったら手動で回復。最初のうちは頭も追いつかんし、隊列とかシナジー以外にも行動力リソースの収支とか、いろいろ考えなあかんけど、慣れてくると楽しいのでぜひやってみてほしい。ただこの隊列パネル、バトルが始まるといじれないから、どんな敵に出会っても対応できるように、無難な構成になりがちなんだよね。防御特化型にしたのに、魔法主体の敵に出会ったりとかあるしな。せめてもう一枚準備しておけて、戦闘開始前に選べるとかなら。さて初バトルも終えたので、今回はこの辺にしとこか。街に帰ったら、ちゃんと宿屋に泊まって。必ずセーブしよう。このゲーム、オートセーブはしてくれへんから。他のダンジョンゲームの感覚で終了すると、痛い目見るで。私は最初何度もやらかした。ちゃんとセーブして終了したら、次回はいよいよ本格的な探索開始。お楽しみに。